はい、滑り注意狭窄症マウント腰痛専門診療整体の件です。動画をご覧いただきましていつもありがとうございます。このチャンネルでは滑り症だとか脊柱管狭窄症のような腰の骨に異常が出てしまっているような状態だったとしてもですよ。ね、自分の力でその痛みは結構どうにかできますよと。ね、元々がもう結構痛くてどうにもならないっていうのを10段階として8とか9とか10とかっていう痛みを自分の力で2とか1とかまで下げることが実際できます。なので、そういうやり方、考え方っていうものをお伝えしているチャンネルですというところでやっていきたいと思います。今回は腕のせいで腰が壊れちゃいましたよっていうお話。結構腰が痛い人で腕が原因でしたっていう人多いです。うちに来ている人では腕が原因でしたねっていう感じの人は8割ぐらいいます。腕だけじゃないんだけれども結局総合的に見ていって腕も関わっているよね。しかも結構な割合ですよねっていう人がそのくらいです。なので腰が痛いっていうと腰の周りだよね、骨盤だよね、なんなら足だよねっていうところは多いんだけれども腕からっていうのってなかなか思いつかないと思うんですけれども実際は腕から結構でかいです。なのでね、そんなところからお話をしていきたいと思いますというところでなんでじゃあ腕なのっていう話です。腕が硬いことによって骨盤じゃない背骨の連動が取れなくなります。なのでこれをちゃんと柔らかくして背骨が連動すれば負担が少なくて痛みは減りますよっていう話です。背骨って細かい骨がいっぱい並んでますよね。なんでそれが細かいのがいっぱい並んでるかって言ったらそれが少しずつ動いて連動するのが正しいものだからです。ね。蛇腹と一緒です。骨の隙間に脊柱管っていうトンネルがあってそこに神経だとか血管が通ってるんだけどもそいつらは生かさなきゃいけないわけですよ。当たり前だけれども。なので激しい動きをするとそこでベコンってなってしまってホースと一緒です。ホースもキュッて曲げるとそこで水が滞りますよねと。そうならないようにするためにこの空間を確保するために少しずつ曲がるっていう仕組みになっています。なのでそれが破綻するとダメなわけですよね。だから少しずつ動かなきゃいけないんですよ。連動しなきゃいけないんです。ただ動くんでいいんだったらそんなもの棒でいいんですよ。腕とかと一緒で棒が3つぐらいあれば回るよねと。でもそれだとカクンって曲げた時にこうに例えば首が横にカクンって曲がる仕組みだったとしたらここで阻害されちゃう可能性があるんですよ。この腕とかならまだしも結構ぶっといものが通っていると今度はそれだけの確保をしなきゃいけないとなるとって考えるとこうに曲げたらまずいよねっていうなってるんです。それがこの背骨の仕組みです。その背骨の仕組みをちゃんと連動させるためには肩甲骨が動かなきゃいけないっていうのがあります。肩甲骨が外出て前倒れる猫背の状態になるとそれが阻害されやすいんですよ。引っ張られるんで背骨真ん中のこの辺の背骨が動かなくなるんですよ。そうすると首動かした時はここしか負担しない。腰動かした時はここしか負担しない。本来だったらばこうに動かした時にもここからここまで少しずつ動いて負担が減るわけです。それがうまくいかないとここに負担がかかります。そうすると前後の動きとかいろんな動きがここの負担がでかくなるんで骨が前に持ってかれるっていうね、ことが起こり得ます。なのでそれが腕のせいかもしれませんよっていうことです。なのでこいつを柔らかくするケアをしていきたいと思います。まずは確認作業をしてみてください。前屈をしたり後屈をしたり体をひねったりしてどれだけ体が動くかなとかどんだけ痛いかな突っ張るかなっていうのをなんとなく覚えておいてください。そして左右差があるんであればそれもちゃんと覚えておいてください。で左右差がある場合は確認のために今これからやるケアを両方やってもらいたいんだけどもどっちか片方だけやるっていうのが分かりやすいかなと思います。そうするとこっちの硬さが取れましたこっちはまだ硬いですってなった時にもう一回動いた時にこっちは楽だよねあれさっき行かなかったこっち行けるようになったよ痛くないよっていう時はこっちの腕の原因があったっていうのが分かりやすいでしょっていうなので試しにやってみてくださいっていうところね。じゃあやっていきたいと思います。まずは手を伸ばします。で、手首を動かします。その時に、ここ、肘のちょっと手前のちょっとモコって膨らんでいるあたり、こいつを親指で押します。こんな感じ、ぐーっと。で、こっちの押されてる手は力を抜きます。これで30秒キープしてみてください。これが一つ目。そして二つ目。二つ目は、今度肘の内側。
肘の内側、だいたい指3本分、4本分ぐらいのところに親指で押します。で、腕を力を抜いて曲げて、手首を曲げて、手首をひねってきます。この時に、こっちの押してる手も一緒にひねります。そうすると、だいぶこの押してるとこ柔らかいのがわかると思うんだけども、これで30秒くらいキープしてみてくださいと。ね。これで2箇所。そして、なんなら指の可能性もあるので、人差し指と親指が合わさるところ、この骨のところ、骨よりもちょっと手前。この辺触ると骨でゴツゴツしてるけども、これを辿っていって骨がなくなったあたり、この辺です。これをこんな感じで人差し指と親指でぐっとつまみます。これで30秒。をやってみてください。そしてこれが終わったら今度は手をこんな感じで伸ばして、手のひらを上に向けて伸ばして、これを反対の手でこうに引っ張ります。で、ここを伸ばします。こんな感じ。これで30秒。で、次は親指を引っ張ります。これで30秒。ね。で、最後に手のひらを上に向けた状態で脇腹にくっつけます。で、これを広げます。戻します。この動作を10回くらい。ね。これ、さっき言ったように片方だけやってみるときは片方やらなくていいです。こんな感じ。で、右側が終わりましたってなったら、さっきと同じように動いてみてください。そうすると、こっち側柔らかくなりましたってなった時に動きやすくなった場合は、腕の硬さのせいで肩が動かなくて背骨の連動が取りづらかったってなります。ただ背骨の連動なので、片方だけ柔らかくしても連動自体はちょっとマシになるけど、でもやっぱり片側が硬いんですよ。背骨に対して筋肉が背骨に筋肉がくっついた状態で、こうにパーンと張られてしまうわけですよ。そうすると、ここの部分の筋肉じゃないや、ここの部分の背骨が連動しないのでなんですよ。だから本来は両方動かして、両方柔らかくして肩甲骨が内側に寄るようにすると、背骨から肩甲骨にくっついてくるような、背骨から肩に向かってついてくるような筋肉がたるむんで、背骨の連動はしやすくなります。だから片側だけやっても効果はあるにはあるんだけども、正確にはというかちゃんとやるには両方しっかりやって柔らかくしてやるっていう。今回の説明としては、どっちかが硬さがあるせいで片側に不具合が出やすいっていうのもあるので、それの確認のために片側だけ試しにやってみて、動いてもらった場合にその硬さじゃない、その動きがマシになるんであれば、そこの硬さはやっぱり邪魔だよねってなりやすい、分かりやすいでしょうっていうところです。なので、ぜひやってみてください。そしてまた前屈したり後屈したりひねったりってしてみて確認してみてください。ね。腕から痛めてる人多いです。ものすごく多いです。だけども、腕っていう風に思わない。ね。なので、腕はバカにしちゃいけません。人間腕使います。腕使うので、そのせいで体がね、連動が取れなくって、その連動が取れない不具合が結局腰に集中するかもよっていう話です。ね、これが首に来てる人もいるし、結局背骨の連動が取れなければその動きをどこかで負担しなきゃいけないんで、その人の体の動き方の癖だとか仕事にもよるけども、膝に来てるパターンもあったりもします。なので腕から膝とかそういうこともあり得ます。ね、これ多分病院とかで言ってもそんなわけあるかって言われることがあります。そもそも腰が痛いって言って病院行って、いや首もちょっと痛いんですよねって言っても、いやそれ関係ないですよって平気で言われます。背骨連動してるのにっていうね。そういうことも平気で言われるので、体の連動ってものすごく大事ですというところでね、ちゃんと覚えておいてもらえればいいかなと思います。今回のことちょっと試してもらえれば、ね、自分の体がどういう風に連動してるのかなっていうのがなんとなくわかるかなと思います。ね。なので普段からちゃんとこういうことは知っておきましょう。知るってことが本当に大事。ね。うちではこういうことをがっつり教えておるんですけども、最近ではオンラインで相談するのを復活させました。以前やってたんだけれども、ちょっと不具合があって、
お休みしてました。それを復活させたので、下の方にオンラインっていうオンライン相談かなっていう、そんな感じの項目を追加しておくので、LINE で登録してみたいなのがあるので、それで見てもらえればと思います。で、LINE で登録してもらうとメニューにもそれがあるので、そこから確認してもらえればな、ね、思うので、ね、ぜひ確認してみてくださいというところで今回はこれで終わりにしたいと思います。動画をご覧いただきましてありがとうございました。